こんにちは。行政書士社会保険労務士の大園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとして年金事務所の調査で指摘される点はここということで、指摘される前にですね、今一度見直しをしてほしいと思います。最近ですね、個人的に感じるのが年金事務所の調査というのは以前からもありましたけれど、ここ数年非常に年金事務所の対応、年金事務所の職員の方の対応が厳しいなという形の感想を持っております。かなりですね、厳しく強気に調査をしてくるといった状況になっておりますので、年金事務所の調査があったときに指摘をされないように今から見直しをしてほしいというふうに思っております。今回の概要ですけれど、年金事務所の調査ってどんなものがあるんだろうかというところ、そして年金事務所の調査の頻度について、そして年金事務所の調査を断った場合はどうなるんだろうといったところについてまずは見ていきたいと思います。そして年金事務所の調査があった場合にどういう書類を求められるのかといったところについて見ていき、そしてよく指摘をされる点についても少し取り上げてみたいと思います。そして年金事務所といいますと社会保険の管轄になってきますけれど、この社会保険にもですね、加入の要件というのがあります。そしてこの加入の要件については社会保険の適用拡大ということで、今どんどん適用範囲が広がっているといった状況になっておりますので、社会保険の適用拡大、2024年の10月からさらに拡大をする予定になっておりますので、この内容について見ていった上で、最後に注意点とまとめという形になります。まずは年金事務所の調査の種類と罰則ということで、年金事務所の調査ですね、大きくは3つ、細かく分けると申告による調査というのもあるので4つになるんですけれど、大きくは3つかなという形になってくる。そして、すでに社会保険に入っている方につきましては、この下の2つの新規適用時の調査と、総合調査、定期調査と言われるものになっております。まずはですね、社会保険に最初に入った場合ですね、新規加入して3ヶ月以降に行われる調査ということで、新規適用時の調査というのがあります。こちらはですね、社会保険に初めて入ったときに、3ヶ月以降にですね、通知が来まして、入った方の書類を提出してくださいといった形で見られる調査といった形になってくる。それが終わりますと、その後ですね、3年から5年ごとに1回程度調査というのは行われて、定期調査、総合調査というふうに言われているといった状況ですね。またその他ですね、社会保険にそもそも入っていない事業所に関して、社会保険に未加入だと思われる事業所に対して加入を促す調査というのも行われております。やはりですね、数年前から社会保険の加入促進というのを強化をしている関係ですね、加入促進の調査というのも非常に頻繁に行われているといった状況ではありますので、基本的に社会保険に適用している事業所さんに関しては2つですね。で、初回の新規適用時の調査が終わった後は3年から5年おきに何かしら調査があるといった状況ではあります。そしてですね、この年金事務所の調査に応じない場合ですね、どうなってしまうのかといった場合は、罰則の規定が設けられております。健康保険法と厚生年金法ですね、こちらの方それぞれ規定があってですね、悪質と思われる場合には、6ヶ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金という形になっております。一般的にはですね、新規適用時の調査ですとか、総合調査に関しては通知が来るケースになってきますけれど、一部例外としてですね、突然年金事務所の職員の方が来て、資料をガサッと持っていくといったこともですね、結構最近は多いといった状況になりますので、安心はしていられないといった状況になっております。そして年金事務所からですね、調査依頼が来て、提出が求められる資料として、どういったものがあるのかと
いったところですけれど、最低限準備しておかなければいけない書類に関しましては、賃金台帳、そしてですね、出勤簿、タイムカードですとか、あとは源泉所得税の領収書、そして就業規則等を作っている場合は、就業規則ですとか、賃金規定、あとは雇用契約書、いわゆる労働条件通知書と言われるもの、そして労働者名簿になってきますけれど、基本的には労働基準法の適用を受けて会社で具備しなければいけない必要帳票になってくるので、それほど改めて作ったりということはありませんけれど、やはりですね、源泉所得税の領収書ですね、ここをかなり会社としてはいろいろ考えるところかと思います。やはりですね、賃金台帳とのズレ、給与の支払い明細とのズレ、実際支払い額とのズレといったところが源泉所得税の領収書の方で終えますので、ここの部分ですね、金額いろいろやってしまっている会社さんに関しましてはビクビクしているといった状況ではないでしょうか。そういった形でですね、こういった書類を提出した上で、年金事務所は何を見ているかといいますと、やはり多いのはですね、資格取得時の手続きになってくるかと思います。こちらは適切なタイミングで行われているのかといったところ、そして手続きに漏れはないかといったところですね。でここに関しましては、やはりですね、加入を遅らせて後から入っていたなんて場合は、遡って、当初入るべき時から入ってもらうと。また、喪失の、手続きの忘れに関しましては、適切に、喪失処理をしてもらうといった形になります。そしてですね、標準報酬月額の改定というのも非常によく見られる内容の一つではあります。月額報酬の改定に合わせて手続きをきちんとしているかといったところ、そして賃金台帳に書かれた報酬額と年金事務所に提出をしている書類と一致をしているかというところ、そして非常に多いのがですね、賞与に関する届け出になってきています。賞与に関する届けに関しましては、当初、社会保険に加入する新規適用時にですね、うちの会社は何月に賞与を支払いますよといった形で申告をしておくと、その賞与支払い予定月の前月にですね、賞与支払い届をしてくださいねという形で郵送で書類が届くんですけれど、賞与を支払わないですとか、賞与を支払う月がまた決まっていないといったような場合で、そこを年金事務所の方に通知をしていないと、この書類自体が来ない形になりますので、賞与を支払ったときにですね、賞与の支払い届の手続きを忘れるというケースも出てくるといった状況になっております。そして最近ですね、年金事務所からの調査で、非常に指摘が多い事項ですけれど、やはりパートアルバイトさんにおいてもですね、加入義務のある従業員の方の資格取得手続きがされていないといった形、社会保険の適用拡大もありますので、今までは入らなくてもよかったけど、これからは入らなければいけない人になっていたとか、そういったところが多いと。またですね、資格取得手続きのやり直しというのも今最近非常に多いところで、当初、標準報酬月額を決めるときの月額報酬額というのを申告しますけれど、そこに交通費が入っていなかったということで、標準報酬月額の資格決定額のやり直しということで、手続きをやり直すというケースも多い。あとですね、月額変更ですね、いわゆる月変と言われるところ、基本給や手当など固定的に支払われる賃金に大きな変動があった場合には臨時で標準報酬月額の改定手続きをしなければいけませんけれど、こちらを忘れていて算定基礎届の時の年1回だけになっているといったケースが非常に多い。またですね、先ほどもお話をしましたけど、賞与の支払い届をしていないということ。また、あとはですね、多いのが、兼務役員の場合の2以上事業所勤務届というのがありますので、役員で他の事業所と兼務していて報酬をもらっている場合はですね、2以上の事業所の勤務届というのを提出しなければいけない形になりますので、こちらの手続きもですね、忘れないように行ってほしいというふうに思います。そしてですね、
2024年の10月からになりますけれど、社会保険の加入の要件というのは引き下げになってくるということで、従業員数51人以上の企業に関して、以下の要件を満たした場合には、社会保険の適用にしなければいけないという形ですね。こういった形でですね、社会保険の適用要件というのが2024年の10月から51人以上の会社になってきます。今回2024年10月からの適用拡大の対象になる会社に関しましては、ほぼほぼですね、年金事務所からの調査が来ているかと思います。そういったところで、加入促進、といったところと適用拡大の周知といったところもありますので、この50人前後の会社さんに関しては非常に注意が必要という形です。実際ですね、私のところのクライアントさんに関しましても実際来ていますので、そこですね、年金事務所の調査が来るというふうに思ってもらえればと思います。そして、最後に注意点とまとめになりますけれど、最近ですね、年金事務所の調査、チェックが非常に厳しくなってきているといったところですね。社会保険の加入の適正化といったところもあります。適用拡大といったところもあります。最近はですね、訴求をしっかり2年間行っていくケースが非常に増えてきているというふうに思いますので、そこのところは注意をしてほしいと思います。また、社会保険の適用拡大、今回の2024年の10月でですね、51人以上といったところで、今回の、法改正は1回ストップという形になっておりますけれど、今後50人以下の事業所に関しても適用拡大をしていこうかという議論はありますので、やはりですね、今後50人以下の事業所、どういった基準になるか分かりませんけれど、適用拡大をどんどん広がっていく、つもりでいた方が良いかと思います。また一方でですね、雇用保険に関しても適用拡大、以前も動画ではご紹介はしましたけれど、2028年、週20時間以上の勤務から雇用保険の加入という形で、他の要件もありますけれど、そうなっておりますが、これが今後ですね、週10時間の以上の勤務から雇用保険に加入義務という形になっておりますので、雇用保険の方も適用拡大となっております。そしてですね、年金事務所の調査で一番困るのが、訴求をされて標準報酬月額が変わった場合ですね、標準報酬の月額の報酬の引き上げなんかがあってくると、社会保険料に関しては会社と従業員に折半という形になってきます。で、年金事務所としては総額を払ってもらえれば問題ないんですが、従業員としてはですね、遡って後から社会保険料の個人負担分を請求されるといったところで、会社と揉めるケースが非常に多いと。でここはですね、税法とも絡んでくるので、会社が負担をしてあげると、それはそれでまた遡って手続きをしなければいけないというケースも出てくるので、こういった形でトラブルになるケースが非常に多いので、手続きに関しては逐次ですね、適切に行ってほしいというふうに思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つかと願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。